ある日、一人の男性が緊急搬送された。しかし、そのまま帰らぬ人に。実は犯人はガラスの靴のないシンデレラと呼ばれている女性であったのだ。これにはある一つの悲しい物語が隠されていた。一体どういうことなのか。皆さんを事件の世界へお連れしましょう。シンデレラ殺人事件。こんにちは、名探偵 Z です。今回はある一つの悲しい事件についてお話しします。事件が起きたのは約10年前の2015年6月3日のこと。旧暦では結婚に適した日とされていたこの日、台湾のある村にて蔡という名字の一家が息子とその恋人を連れて役場まで結婚届を出しに行こうとしていた。一家皆がとても幸せな気持ちで過ごそうとしていたその時、突然奇妙な声が聞こえてきたとともに大量の血まで流れてきた。なんと部屋の中で新郎の父が血を流して倒れていたのだ。他们都在一起客厅嘛，这边有说有笑啊，闲话家常，很正常，很正常。但是突然死者就说头晕嘛，原本就是大家一票人就准备说准备要出门了，那就是蔡先生刚好身体不舒服。蔡家の息子は父の様子を見に行くため寝室のドアをノックしようとしたところ、ドアの下から大量の血が流れているのを発見。ドアを開けようとしたが開かず、すぐに親戚の元へ向かい助けを求めた。就是看阮母亲对血洞来的，加心口，伊袂做人，是。死者的儿子口述了哈，他是说看到有血渗出来，发觉有点不对劲，而且他也听到一声啊。通報を受けて現場に向かった警察は血の量を見て彼はもう亡くなっていると感じたという。それでも急いで窓を割り部屋の中に入ると、そこには衝撃的な光景が広がっていた。心脏这个部位很明显的一个刀伤，整个都裂开来，这样子，脏器都看得到。直接跟我们讲说，就是媳妇杀公公。結婚を目前に控えていた新婦は部屋の隅にうずくまり、彼女の義父がベッドに横たわっていた。彼の心臓付近には大きな穴があり、横には果物ナイフが落ちていた。犯人は部屋にいた新婦なのは一目瞭然であった。地上都是一些血迹啊，靠近门的那里都是血迹。远景到房间查看之后，看到胸前就是那个就已经在一个角落那边畏缩在那边，两眼呆滞，很平稳，也没有说很激动这样子，就是很平稳，好像卸下了一个很大的担子一样。就是很单纯、很清纯这样子啦，就是一个邻家女孩这样子。她人长得蛮清秀的，身材算蛮高挑的，可以说是应该是正值青春年华时期。24歳の若い新婦は52歳の義理の父のお世話をする立場であったのに、まさかその義父を手にかけてしまうとは。しかも肋骨が折れるほどの殺され方であったという。どうやら2人の間には何か複雑な問題があったようだ。没有，感情都很好的。奇怪，也都没有发生过争执。没有，早上也没有。通通很高兴的。除了痛恨之外，就不会下这么重的毒手了。義父はすぐに病院に運ばれたが帰らぬ人に。警察はすぐに部屋にいた新婦とその婚約者であった義父の息子を警察署に連れて行き事情聴取を開始。しかし警察は2人の様子を見て疑問に思ったという。なぜなら2人は結婚を間近に控えたカップルには全く見えなかったから。看起来就不大像夫妻。来我们派出所的时候就很平常，话也不多啊。事情聴取の最中、新婦は突然苦しみながら倒れた。そこで警察は初めて
神父が自分の命までも終わらせようとしていたことに気づく。然后后来他又说身体不适，身体不适的时候，我们又把他送医院。他的家人是跟我们讲说，他有喝那个保温瓶的，那个叫做一个农药，叫做万年粉。彼女は水筒に入れた農薬を摂取し、自殺することで罪から逃れるつもりだったことが判明。しかし、この行動は明らかにおかしかった。だって彼女にはまだ3歳の息子がいたから。それなのに自殺するだろうか。その後、意識を取り戻した彼女は心を次第に開き始め、警察に真実を明かし始めることに。そこから岐阜との間に隠された悲劇的な真実が明らかになっていく。我们就问他说：“你为什么杀你公公？”然后他就跟我们讲说：“他跟我讲说，那个不是他公公，然后那是他的枕边人。”ここからは容疑者である神父の背景から解き明かしていこう。彼女には2人の兄がおり、母親は証券を扱う仕事をしていた。両親は離婚したため母親と一緒に暮らしていた。親子の経済状況からして経済的に頼れる支えが必要だった。殺害された岐阜は母親の株の顧客であった。凶嫌的妈妈跟这个死者是在一起，但是也没有办理登记，也没有结婚。そうしてまだ15歳、中学2年生であった容疑者は母と共に岐阜の住む村にやってきた。まさかその日を境に彼女の運命が大きく変わっていくとは。他跟他的继父发生了关系，然后这个关系呢，每隔2-3天就一次。他其实他很痛苦，所以他自杀过，前面已经自殺了2次。岐阜と義理の娘との間のおかしな関係はなんと10年間にも及んだという。この長い時間は少女の体と心をどれだけ苦しめたか。10年間もの間、彼女はなぜ誰にも助けを求めず、また抵抗しなかったのか。なぜそこまで我慢しなければならなかったのか。その訳は岐阜があらゆる手段を使って彼女を支配していたからであった。他在他20岁的时候，他想要结束这样的关系，他继父当然就不愿意，他就威胁说，你如果不继续这样做的话呢，那你的一些生活费啊什么的，在你们这生活费，我就要跟你妈妈要。義理の娘は高校卒業後、進学も就職も許されず、携帯電話までも没収された。そのため彼女には外界と交流する時間は全くなく、長い間自分の部屋で過ごすことになった。そして彼女が20歳の時、不幸にも岐阜との子供を妊娠してしまう。他爸爸就跟他讲说，这个是他做试管婴儿，然后他也相信了。所以他为什么他就是说他们要结婚，让外面的人知道说，这个是他跟我儿子生的小孩这样子。義理の娘が子供を産むと、岐阜は子供の身分を何とかごまかそうとした。彼は自分の息子と義理の娘との間の子だと主張し続け、皆が彼の主張を信じ騙されていた。他就跟他讲说，我们2个是相爱的，如果你不成全我们的话，你看他上次他已经自杀了。他其实一直在操弄这种2面手法。母は岐阜によって娘と距離を置くよう仕向けられたため、次第に娘に連絡を取らなくなり、2人の間は疎遠になった。その後も岐阜と義理の娘との間の異常な関係は続いていった。そんなある日、岐阜はついに彼女を近くの工場で働かせることに同意。働き始めると彼女はすぐに新しい恋人を作り、交際を始める。このことは即座に岐阜に知られてしまうことに。这些女子有跟我们说，她有交往过1个月，然后这个事情被死者发现，约到家里面，他们就在那边发生了肢体衝突。この争いには2つの当事者が関与していた。一方は岐阜とその息子が、もう一方には彼女の2人の兄と恋人がいた。この恋人は岐阜を見るなりすぐに罵る言葉を放った。両者はすぐに乱闘を始め、
成人男性5人が争う大乱闘となった。警察が到着し、乱闘はすぐ制止されたが、義父は警察が止めに来たことに不満を持った。そこで彼は棒を持ちながらバイクに乗り、警察官が立ち去るのを妨げた。結果、彼は傷害罪と公務執行妨害罪で起訴された。乱闘後、義父の彼女に対する独占欲はさらに過激に。なんと自分の息子と彼女を結婚させようとした。こうすることで彼女を完全に自分の手の中に収められると思ったのだ。しかしこの行為が自分の首を絞めることになるとは。他就把他们支开之后，他就到厨房去，厨房去把这把大水管拿了，他就去拿那个万灵伞，他打算同归于尽。他有讲到，他从好几年前就已经被他，而且不止一次啦，就是长期下来一直都是被他欺负啦，那他也忍不住啦。事件の後、ある転機が訪れた。当時この事件を担当していた検察官は殺人罪で彼女を起訴したものの、起訴状の中で彼は悲劇的な運命を過ごした彼女のことをガラスの靴のないシンデレラと表現し、また裁判官に対し彼女に死刑や終身刑を課さず更生の機会を与えてほしいと提案したのだ。しかし一方で、殺人で救済を求めるのは最も間違いで愚かな方法だと彼女を厳しく諭すこともした。最終的に裁判官は彼女に懲役2年半という寛大な判決を下す。双方は控訴せず判決が確定する。彼女は現在すでに刑期を終え、新しい人生を始めているという。ここまでが今日のお話です。何か意見や感想があれば何でもコメントで教えてくださいね。名探偵 Z がお届けしました。また次回お会いしましょう。